じゃあクビでいいです。今までお世話になりました。俺は目の前の女課長に向かってそう言うと、長年勤めた会社を後にした。今俺が辞めたら会社が困るのは分かっていたが、俺は毎日続く嫌味を受け流せるほど大人じゃない。幸い転職に活かせるスキルもあるし、なんなら当てもある。他の社員からは考え直してくれと何度も電話がかかってきたが、その度にもうあの課長と仕事をするなんてごめんだと突っぱねた。だからこの時は、またこの会社に足を踏み入れる日が来るなんて思いもしなかった。俺、瀬能修吾は、新卒で入社した会社で営業マンとして働いている。最初は営業なんて向いていないだろうと思っていたのだが、思った以上に自分の持ち味を活かせることが分かり、どんどん仕事が楽しくなっていった。そうして営業部に身を置いて早8年。俺は30歳の中堅社員になった。成績自体は中の上といったところだが、ある特技のおかげでかなり重要な仕事を任されることがあり、部署内だけでなく、社内全体で目をかけてもらえている。そんなある日、別の部署からめちゃくちゃ仕事ができると噂の女性社員が我が営業部に移動してきた。本日よりお世話になります。田倉まりです。よろしくお願いします。ハキハキとそう言ってお辞儀をする彼女は、俺と大して年が変わらないのに、課長に昇進したバリキャリ組だ。これまでうちの会社には女性の管理職がいなかったため、彼女はパート社員含めた女性社員全員の憧れの的となっているらしい。田倉課長はまず、仕事のやり方を覚えるために何人かの商談に同行することになった。最初のパートナーに選ばれたのは、なんと俺。部長曰く、今回の商談相手とはあまり大きな取引にはならない予定だし、仕事始めにはちょうどいいだろうということだった。俺は商談に向けて田倉課長と何度か打ち合わせをして、しっかり情報を共有して当日を迎えた。課長は営業での初仕事に張り切っていたのか、自ら積極的に雑談から商品説明までこなし、先方にもすぐに気に入られた。そのおかげか、当初の予定よりグレードの高い商品に興味を持ってもらうことに成功。その結果、売上に換算すると、3割ほど上乗せされた形で取引が止結した。この功績により、田倉課長の株は部署内でもうなぎ登り。上司である部長も鼻が高いと役員会議で自慢していたらしい。その後の商談でも課長は積極的なトークで活躍し、いつの間にか難しい商談があるときは彼女に同行してもらうべきという風潮になっていった。しかし俺はというと、田倉課長とは最初の一件以来、彼女と仕事をすることはなかった。その理由はあの商談当日、彼女が俺に放った一言にある。営業車に乗って先方に向かっていたとき、田倉課長は助手席から運転する俺に世間話を振ってきた。ところで瀬能くんはどこ卒？他のみんなは結構いいところ出てるみたいだけど。これはできればしてほしくなかった質問だが、世間話の初手で来てしまうとは。我が営業部は私立公立問わず、有名大卒の人間が9割を占める高学歴集団だ。噂によれば、田倉課長もかの有名な国立大学の出身らしいし、素直に答えたらがっかりされること間違いなしだな。でも嘘をついても仕方ない。俺は腹をくくって答えた。ああ、私はただの短大卒です。周りが優秀な人ばかりで肩身が狭いですよ。はははと力なく笑いながらそう言うと、田倉課長は少し顔を引きつらせる。は？短大？いやいや、男なのに短大って、冗談でしょ？予感していた通り、俺の学歴に対して否定的な反応を示す田倉課長。どうやら冗談ではないようだとわかると、課長はそれから全く世間話をしてこなくなった。一切口を聞かないまま目的地に到着し、商談はほぼ課長の独壇場だった。彼女のトークがうまいのは確かだが、あの時はどちらかというと、俺なんかに喋らせるものかという敵対心のようなものをひしひしと感じた。だから俺は
田倉課長に対して学歴を鼻にかけた階級意識のある人という認識で、正直あまりいい印象がない。当然、その後彼女と一緒に仕事をすることもなく、一定の距離を置いていた。しかし、ある出来事により事態は急速に変化することとなる。事の発端は、俺がアメリカに本社を置くホワイト&エコロジー社との商談を取り付けたことだった。ホワイト&エコロジー社は環境保護に特化した素材を次々と発売し、ここ数年で世界的に有名になった会社だ。日本でも彼らの商品を使う会社が増えているらしく、日本支社を立ち上げるにあたっての商談だった。今回の件は最低でも10億にはなる大規模な取引になる。俺は気を引き締めて資料作りに取り掛かった。俺は短大に入ってすぐ交換留学生としてカナダに渡り、周囲に日本語がわかる人間が一人もいない状況で2年間生活した。授業ではビジネス向けの英語を学ぶ機会もあり、俺は入社して以来、英語での商談のすべてを請け負ってきたのだった。他は勉強すればなんとかなったけど、英語だけはなかなか難しいんだよな。だから頼りにしてるぞ、瀬能。入社したての頃、当時の営業部長にそんな言葉をかけられたのを今でも覚えている。ホワイト&エコロジー社との取引はあっという間に部署内で話題となり、俺も久々の英語での商談に緊張と胸の高鳴りを感じていた。しかしある日、この話を聞きつけた田倉課長がとんでもないことを言い出した。なんと彼女は自分にホワイト&エコロジー社との商談を担当させてほしいというのだ。田倉課長は大学時代に短期留学をした経験があり、最低限の英語はできると言ったが、話を聞く限り、それは日常会話程度でとてもじゃないがビジネスで通用するレベルではない。しかも彼女の英語は日本人にありがちな発音の区別ができていないため、英語圏の人間が聞いたら違和感を覚えるだろう。部長を含めた全員が瀬能に任せた方がいいと言ったが、田倉課長は自分にもできると主張し続けた。そして偶然、他の人がいなくなったタイミングで彼女は本性を現した。あのさ、瀬能くんって短大でなんでしょ？多少英語ができるってだけで天狗になってない？天狗になっているつもりはないが、低学歴が嫌いな課長からしたらそう見えるのだろうか。何も言い返さない俺に、田倉課長はさらに言葉を重ねる。まさかうちの会社にこんな低学歴の人間がいるなんて。どの部署でも皆ある程度の学歴があったから考えもしなかった。ああ、低学歴の部下なんて私の名が廃るわ。本当に信じられない。ため息をつきながらブツブツと俺への文句を言い続ける田倉課長。最初はやっぱりなと冷めた気持ちで聞いていたが、ありえない、たかが短大卒のくせにとずっと繰り返される嫌味にだんだん腹が立ってきた。そんなに言うならホワイト&エコロジー社の件はお任せします。その代わり絶対に成功させてくださいね。あくまで冷静に話す俺により一層腹を立てたのか、田倉課長は眉をつり上げてこちらを睨む。何？その言い方は。学歴もなく仕事も大してできないくせに偉そうに。あんたなんかヘマしてとっととクビになればいいんだわ。俺はいつも使っている録音機をロッカーに置きっぱなしにしてしまったことを悔やんだ。だが、証拠がないからといって、我慢できる範疇はとっくに超えていた。じゃあクビでいいです。今までお世話になりました。俺はそう言い残すと、そのまま部長室に行き、一身上の都合ですぐにでも退職したい旨を伝えた。そしてその日のうちに転職先を決め、1週間もしないうちに会社を辞めた。もちろん皆に引き止められたし、ホワイト&エコロジー社との件をどうする気だと聞かれた。田倉課長が責任を持って成功させるとのことです。聞かれるたびにそう答えていたから、田倉課長も後に引けなくなったようだ。彼女に資料を渡し、ホワイト&エコロジー社に日本語がわかるスタッフは一人もいないことを伝えて、俺は8年勤めた会社を去ったのだった。うわぁ、有給は2週間もあったはずなのに、あっという間だったな。余っていた有給を消化し、いよいよ明日から新しい職場だ。
気持ちを新たに再出発、なんて考えていると、急にスマホが震え出した。画面にはホワイト&エコロジー社の社員、アンソニーの名前が表示されている。電話に出た俺は、衝撃の事実を知った。そして次の日、俺は辞めたはずの会社へと赴いた。ホワイト&エコロジーの瀬能と申します。お約束はしておりませんが、昨日の件で参りました。そう。俺の転職先は、ホワイト&エコロジーの日本支社。信頼のおける日本語のわかる人材を探していたらしく、前の会社を退職する旨を伝えたところ、立ち上げメンバーとしてスカウトされたのだ。営業部長と話がしたいと受付で伝えると、すぐに応接室に通された。瀬能、まさか君の転職先がホワイト&エコロジー社だとは思わなかった。それで、昨日の件というのは？部長は応接室に入ってくるなり、驚いた顔でそう言った。どうやら部長は、昨日の商談について何も知らないようだ。昨日、アンソニーからの電話に出てみると、彼は少し沈んだ声で、今から送る音声データを聞いてほしいと言ってきた。データを再生すると、聞こえてきたのは聞き覚えのある女性の声。たどたどしい英語は、原稿を読んでいるかのような不自然さで、発音もおかしい。案の定発音のおかしな部分を聞き返されて、焦ったのか、さらにめちゃくちゃな英語になっていく。たまにフォローするような声が聞こえるが、おそらくこの声は新人の竹内くんだ。さて、問題はここからだ。アンソニーが資料のこの部分についてもう一度説明してほしいと言ったのだが、課長も竹内くんも聞き取れなかったようだ。翻訳アプリで何とか理解したようだが、翻訳がうまくいかず二人とも混乱している。ああ、もう、なんで通じないのよ。どうせわからないなら資料読んでとっとと契約しなさいよ。めんどくさい。かなりの小声だが、イラついた課長の声がしっかり録音されていた。課長、日本語がわからないからってまずいですよ。竹内くんが慌てた様子でそう言っているのも聞き取れた。持参した音声データをここまで聞かせると、英語がわからない部長でも何がまずいか分かったようだ。田倉くんがこんなことを。本当に申し訳ない。商談に来たのはアメリカ人の方だけだったんだな。いや、いくら日本語がわからないとはいえ、言ってはいけないことだが。部長は冷や汗をかきながら深く頭を下げる。ホワイト&エコロジー社は今回の件について会社を責めるつもりはありません。その代わり取引は白紙に戻し、田倉課長からの謝罪を望みます。田倉課長の様子を不審に思ったアンソニーは契約の返事を保留にしていた。そして俺が翻訳した彼女の言葉を確認し、このような判断を下したのだった。修吾、君の元上司を悪く言ってすまないが、今回のことは本社から正式にクレームを入れさせてもらうことにするよ。電話口でそういうアントニーに、俺は自分が直接会社に出向いてクレームを入れると提案した。俺は後ほど、本社から正式にクレームが入ると説明した後、商談に参加したメンバーとオンライン会議を開くから、ここに田倉課長を連れてきてほしいと部長に言った。応接室に連れてこられた田倉課長は、最初から真っ青な顔をしていたが、パソコンに映る面々を見てさらに青ざめる。こちらの意思を伝えると、課長は悔しそうに拳を震わせながら目に涙を浮かべた。もう一度申し上げますが、ホワイト&エコロジー社は、田倉真理さん個人に対してクレームを入れるつもりです。直接の謝罪と取引の取り消しを望みます。アンソニーの言葉を翻訳して伝えると、田倉課長は震えながら膝をついて謝罪した。この度は、商談中にもかかわらず失礼な態度をとってしまい、申し訳ありませんでした。後で人づてに聞いた話によると、取引が白紙になったことで10億の損害を出してしまった田倉課長は、降格と1ヶ月の謹慎、そして数ヶ月の減俸を言い渡されたそうだ。それから俺は、正式にホワイト&エコロジー社の日本支社の立ち上げに奔走する日々となった。日本語がわかるメンバーもだんだん増えていき、とうとう日本支社設立準備が整った。修吾、君には営業部長を任せたい。期待しているよ。支社長となったアンソニーにそう言われ、
俺はこれから自分が背負うことになった大きな責任を背中にずしんと感じた。しかし、それ以上に面白いことが起こりそうな予感に胸が高鳴る。はい、期待に添えるように努力します。俺はアンソニーと固く握手を交わし、笑い合ったのだった。